寺田夫婦チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。ここから高速に乗る最中です。今日はどちらまで行きますか？ちょっとそこまで。どこまで？本日は日帰りで茨城県まで行きたいと思います。現在時刻3時40分でございます。茨城県のひたちなか市まで行きまして、ずっと念願だったネモフィラを見に行きたいと思います。ちょうど見頃を迎えそうな時期ではあるんですけど、人が少し少ないといいなと思い、ちょっと時期をずらし向かっております。天気が良さそうなので、ネモフィラもきっと綺麗に見えることと信じて応援してもらっています。2年越し3年越しなんかずっと行きたいと言いつつ、日本一周の旅中は全然そこのタイミングに合わなかったから3年越しぐらいですね。ずっと行ってみたいっていうのはね、多分結構ずっと言ってた気が旅を始める前にそれを聞いてて言ってて、日本一周中にネモフィラは叶わずとも、コキアもすごく秋は綺麗だからコキアでもいいって言ってて、でも結局行けなくてっていうところでした。静岡から3時間程度で茨城県までは行けちゃうので、いつもは車中泊旅ですが、今回は朝方に出発して日帰り旅ということで、一番の目的はネモフィラを見に行くこと、ということで楽しんでいきたいと思います。それではまた明るくなってお会いいたしましょう。では失礼いたします。失礼いたします。現在時刻朝の6時ですが、無事に茨城県道の駅常総に着きました。ネモフィラが見られる場所まで2時間近くかかるんですが、一旦休憩挟もうということで、結構お世話になった道の駅常総に来てみました。まだ時刻6時なので、トイレ休憩とちょっとした仮眠をとって次の場所に移動したいと思います。改めましておはようございます。おはようございます。無事に茨城県に着きまして、道の駅常総でメロンパンをせっかくなので食べようという話になり、お腹も空いたので、やっぱり茨城県といったらセイコーマートがありますので、北海道を感じたいと思います。では朝ごはんですかね。私はおにぎりが食べたかったので、セイコーマートといえば温かいものが美味しいですよね。おにぎりを買いました。ボンゴレビアンコという安い100何十円で買えるパスタと、いつも買ってるフライドチキン、身が見たかった飲むヨーグルトです。はい、北海道といえばセイコーマートなんですが、茨城県にはセイコーマートがたくさんあるので、ついでにやっぱ来たら食べないとってなっちゃいますね。そうですね。安定の安さでありがたい。普通のコンビニよりも高いけど安くて多くていいよね。美味しいしね、ちゃんとその場所で作ってるやつだから、パスタとかはやっぱり安いけどめちゃくちゃ、こんなにちゃんと食べるのにこんな後メロンパンも食べるというね。全然食えますよ。残念ながら天気の方がね、どんどんどんよりになってきまして、一応今日晴れると思ってきたんですが、天気運はあまり私たちも強くない方なので仕方がありませんね。雨よりかはマシですね。きっとネモフィラは綺麗に見えることでしょう。写真撮った時にね、どうしてもこういう日だと空が白飛びしちゃうから、残念ではありますが、自分らの目でしっかり楽しみたいと思います。映像では頑張ってりょうくんが届けます。りょうくんの金髪姿でネモフィラもきっと輝いて見えることでしょう。ネモフィラに対して俺の金髪でどのぐらいの範囲なのっていうぐらいで別に僕はイメチェンをただしてみたかっただけで、今までやったことのない髪色にしてみようということで、本当はシルバーにしたんですけど、もう1週間ちょっと経ったら1回ブリーチしただけだったので、色ももう落ちちゃって今の金髪になっちゃったって感じですね。1週間経ってようやく見慣れてきましたかね、私としては。最初はミさんには不評でしたね。見慣れなさすぎて違う人みたいでっていう、別に似合う似合わないというか、見慣れなくてなんか違和感すぎて戻してって言ってましただいぶ見慣れてきたし、意外とそれなりに似合ってると思います。それなりに4、50代になってからやるよりかはまだギリギリ明るい色に挑戦できる時かなと思って。やっぱ白髪隠しにはいいよね。ブリーチすると全然目立たないのはいいと思った。確かに私も白髪増えてきたらブリーチしようって思ったもん、よく見てて。こう切ってる
抜いたらダメって言うからさ、ピヨーンって泣いたやつをこうやっても生えてきてる？いやあったけど気になるから切った、あ、そうなんだ。というお話でした。これを食べてメロンパンを食べに行きましょうかね。メロンパン買ってまいりました。ロくんが買ってきてくれました。私が寝ている間に。ちょっとでも寝てほしいですのでね、口開けて今日も寝ていましたよ。お芋のメロンパンが外がかなりサクサクしてて、クッキー生地みたいな感じのサクサク、中はふわふわのメロンパンです。ます。もうサクサク音が聞こえますね。サクサクもいいし、ちゃんとお芋の香りがする。このパンはもう2回は食べているので、今回3回目になりますけど、また食べられてよかったです。パンもふわふわで美味しいです。これから出発いたします。はい。ありがとう、道の駅上層さん。ありがとう、上層さん。こちらの道の駅は蔦屋書店もありまして、あとスタバも併設されていて、俺たちは入ってないけど温泉もあります。普通のメロンパンの方がすごくふわふわで美味しい。今から2時間ほど移動して町中市で行きたいと思います。高速で行けば1時間ほどで着くところなんですが、ここから下道で行きたいと思います。茨城県ではリンリンロードという日本三大サイクリングロードの一つ。走ったんですが、その時ちょうどタイヤが使えなかったので紙の方が、結局2人では走れず1人だけ走るっていう体験を時間ほど走って折り返してくるっていうような走り方はしました。動画にはしてませんけど、そういう楽しみ方はしております。ただ今毎日お互いが自転車通勤してるから結構懲りてるんですよね。私的には坂を毎日登り降りする。降りるのはいいですよ。帰りが大変なんでしょう。急だから毎晩ヒルクライムしてる。俺の方がまだ帰り道の坂は緩やかだから、阿ビの方が大変。そう、りょうくんの方のルートも結構きついけど、どっちもどっちですね。日立海浜公園そばまでやってきました。一回駐車場を通り過ぎてしまったので、向きを変えてまた逆方向の駐車場に向かっているところです。なんかいろいろあるからわかんないよね。めちゃくちゃ広いよ、ここ。海浜口南に行くか。おじいちゃんが誘導してくれてるところが入り口近いよね。どっちが近いの？わかんない。んかこっち側そこが表側だったけど。南駐車場有料ソースパーキング。600円だね。広いね。ひたちなか海浜公園だよって感じの見た目は向こうだけど。駐車料金先払いってお金を出してもらってもいいですか？はい。お控え出ますのでお待ちください。久々のネモフィラを楽しもうと思います。そうだね。これがメインですからゆっくり楽しみましょう。中に入りました。はい。ちょっと風が強くてひんやりしてますが、こっち側は遊園地みたいです。遊園地はあったんだな。見てください、これ今だけ限定ネモフィラピュアソフトクリーム。食べないと絶対に。それ風キッチンにあるのか、意外と近いところにあるのか。帰りに食べようかな。今ちょっと寒いね。今ちゃんと寒い。北海道のラベンダーソフトとネモフィラソフトもちゃんとクリアしとかないと。そうだね。ラベンダーはほんのりラベンダーの香りしたけど、さすがにネモフィラはネモフィラ味とはいうわけにはいかないでしょうからね。そうですね。まあ分かってますよ。想そんなのは像は確かについてるけど試しておきたいと思います。子供の国っぽいような雰囲気。こっち側はね、とりあえず丘の方に行ってみましょう。
as you drive. チューリップ可愛いですね。チューリップの丘にやってまいりました。可愛い。本当に見頃だね。うん。こんなに色とりどりのチューリップなんてあんま見ることないから綺麗。でもだいぶもう終わりかけかな。そういうわけじゃないか。花開いてる。可愛い。なんかちゃんと見たの久々な気がするわ。本当。ね、ラベンダーじゃないかも。ラベンダーじゃないのか。なんか可愛いプツプツしてる。すごいビビッドだ。可愛い。可愛い、綺麗。Together, if I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. 西口ゲートにちょっと遠回りして今水仙ゲートまでやってきましたが、途中結構ご飯食べれるキッチンカーやらがあったから、こうピクニックしてる人とかもいるんだなと思って、今日は見れてる気がするけどね。みんなネモフィラの方に行くからかな。チューリップとネモフィラはめっちゃ人多かったけどね、こっちは割と落ち着いておりますね。いよいよ見えてきましたネモフィラ。目の前が真っ青な空かと思うぐらい真っ青な丘が広がっています。竹富島のここから海が見えてるみたいな雰囲気にはいはい、確かに人もチューリップとか水仙に比べたらすごい集まってるのが分かりますね。天気が良くてよかったよ。それなりに桜も散ってていい感じ。本当だね。七分咲きとは言いつつもめっちゃ綺麗。ちょっと緑が残ってるとこもあるけど向こうの方ねめっちゃ綺麗です。なんか想像よりもめっちゃ広かった。過去一やっぱ広いかも。こういう花畑の丘になってるからめっちゃ綺麗。それは言えるね。この広さはそれは目に優しい水色。可愛い本当に。同じ方向向いてるんだね。正面から見るのも可愛いけど裏から見るネモフィラもなかなか可愛いね。淡い色が本当可愛い。地面のお星様みたいじゃないですか。あーいい例えをしましたね。でもやっぱ写真を撮るのには難しいね。技術がいるなって実感します。うん、見てる分にはめっちゃ綺麗。映像も難しくてうまく撮れてるかは正直わかりませんが、記録として残しております。やっと来れました。でも思ったよりも本当に絨毯、青の絨毯、こんなにも青く見えるんだね。もう 2,3 日後には満開って書いてたからほぼ満開に近いけどね。もう満開と言っても良さそうだよね。本当に今日はなぜか風がめちゃくちゃ強いです。向こうにはもう海が見えてるので本当に海のそばだから風が抜けちゃうんだろうね。じゃあこのままネモフィラを存分に楽しんでからネモフィラソフトを丁寧に食べて、ゆっくり楽しみたいと思います。 The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they go. We have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still want. 何してんの？松ぼっくりを待つばっかり。念願のネモフィラアイスをようやくゲットできました。あっちのネモフィラの丘ではなんと現金のみで、現金持てなくて買えなかったので、見よこの鮮やかなブルーを。北海道ミルクって書いてたじゃん、めっちゃ滑らかで美味しい。
もちろん何の変哲もない水色のソフトクリームです。ラベンダーはそもそも香り強いからわかるけどさ、ネモフィラこうやって香ってもほんのりしかないからね、本当に普通に美味しいソフトクリーム、着色されてるソフトクリームです。でも美味しいからよかった。公園内がかなり広かったので、かなり歩いてまあまあ疲れましたね。大満喫してきたね。もうこれでもかというぐらいお散歩もでき、お花も見て楽しかったです。ネモフィラアイスもちゃんと食べられたからよかった。このアイス普通に美味しかったです。ね、なんかババヘラアイスのネモフィラバージョンもあったし、何種類かの公園の中で食べれるみたいなんですけれども、今回私たちが食べたのはとても美味しかったです。美味しかったです。あれでよかった。ベロが青くなりましたけれど。この後はですが、まあ茨城といったらもうここには絶対に行かないといけないというところですね。亜美さんの中じゃもう捨てないところだと思いましたけど、はい、私の中ではもうトップに外せない、はい、欲しいものを買いに行きたいと思います。前も行ったことがある欲しいものの専門店に行って、そちらで欲しいものを買って、その後昼夜ご飯を食べたいと思います。今日は日帰りなので、帰りまた高速乗ったりして途中サービスエリアとかにも夜ではあるだろうと思うので、昼夜ご飯みたいな感じで食べたいと思います。今回は茨城のソウルフードとも迷ったんですけど、そのローカルチェーン店の方に向かいたいと思います。とりあえず欲しいものを目指して行きます。来たぞ来たぞ、欲しいものだ。君の欲しいものは何？欲しいそう欲しいもの。私の欲しいものはそう欲しいもん。そんなこと言ってもいいもん。別に気にしなくていいもん。お腹が空いたよ、別にいいもん。よくないよね。欲しいもんってそんなにダジャレのフォークだったんだ。いや、それはいいもん芋がです。芋か。この欲しいも目の前ねでもいいもん。少しね、乾燥施設が目の前にある、ね。そう。欲しいものね、時期に一回来ようとしたんだよね、茨城に。横浜に行った時に、ちょうど欲しいもがめっちゃ旬な時期だったんだけど、ちょうど寒波の影響もあり、横浜に留めた時だから2月？うん、2月だね。でも前回来た時は欲しいもの並んでたよね。ちょっとだけ並んでた気がする。今はもう全然ないんですね。では欲しいもん、いいもん行ってきます。はい、買いに行ってきます。坂東太郎にやってきました。はい、茨城県のローカルチェーン店ですね。定食屋さんというか味噌煮込みうどん屋さんと言ったらいいんでしょうか。一回茨城県に来た時に食べに来ましたね。すごく美味しかった記憶があったのでこちらにしたっていうのと、もう一個スタミナラーメンっていうところをチェックしてたんですけど、時間的に微妙で俺らもお腹が空きすぎてたので、先ほどの干し芋店からすぐ近く車で 1,2 分行ったところにあったこちらにしました。はい、こちらで味噌煮込みうどんを食べたいと思います。それではいただきます。いただきます。お腹が空きましたね。もう腹減りすぎて眠気との戦いになってましたね。
美味しそう。美味しそう。このグツグツ感すごいね。前回何を食べたか正直ちょっと覚えてなかったんですけど、おそらく私は白ごまを食べた気がしてい白をるんです。食べてた気がする。で俺はこれを食べたんだと思う。時間かかってたから交換粉する交換粉交換粉って何？交換粉する。最初まあこれで食べるでしょう。食べるよ。ご飯入れたら美味しいだろうな。ご飯欲しいなこれは。とりあえず俺は大盛りで、それぞれ別のものを頼もうという意思でこうなりましたけど、こちらも美味しそうですね。こちらも美味しいでしょう。今日は地味にね風が強かったから割と寒かったんだよね。最近暖かくなったからと思って2人とも薄着目では来たんだけど、ネモフィラ見てる時も周りの人たちはみんな薄着ではあったから、こんなに寒かったんだっけ半袖って思っての人もいたしね。風がもともと強い場所なのかどうかっていうのも気になりましたが、結構風が強めで風に当たり日に当たり疲れましたので、具材がレンコン、かぼちゃ、ネギ、白菜、しいたけですね。こちらは豆腐も入ってます。今日はね豚肉が入ってる。じゃあいただきます。うまい。美味しい。ちゃんと味噌。麺もしっかりコシがあって美味しい。濃すぎなくていいわ。味噌なんだけど。実際地元のローカルチェーン店って結構間違いなしって感じはあるよね。割とマイルドな味噌ですね。でもちょっとピリ辛で美味しい。激辛っていうのもあったから迷ったんですけど、まあいやナチュラルなやつを強すぎないほどのコシのあるうどんです。太めのうどんだから食べ応えあっていいね。具材たっぷりなのがいいね。いい。美野味しい。菜もいっぱい入ってる。それ以外の天ぷらとかも美味しそうだったんだけどね。美味しそうだった。これは元気が出ますね。半分こしようか。半分こじゃない。交換こしようか。その重りを半分こしてもいいの？交換こしよう。交換こって何？何が言ってたんでしょう。半分こじゃなくて交換こつけたよ。麺が美味しい。本当にうどんが。うまいです。また富山とかで食べる煮込みうどんとはまた全然違うんだよね、これ味噌。確かに。まあもちろんそっちは違うけどさ。もうそもそも食べようとしてたそのソウルフードのスタミナラーメンってやつも、かぼちゃとか結構いろいろ具材が入ってるっぽかったんだけど、そこはもちろんレバーが入ってるのが特徴ではあったけど、これもさかぼちゃとか結構具材いっぱいでなんかあるのかな、ルーツが。具材卵が入ってました。言うの忘れてた。シンプルに入ってるよね。追加でトッピングもできるけどシンプルに通常で入ってる。これは麺を大盛りにする方がいいですね。とご飯。ちょうど俺が運転してきてる時にまさにここのお店横目に見てたからまあ行くとは思ってなかったけどそこに来ました。麺が長い。味染みてそうな麺で美味しそう。染みてるよ。食べて味噌。味噌だけに。いや、じゃあ交換粉しようか。交換粉してみようかな。かまぼこか。かまぼこだよかまぼこもあった。それ私の取ってくれてんの？そうだよ。ありがとう。じゃあ君のも取ってあげることにしてあげようか。もう綺麗に半熟だね、そっち。美味しそう。意外と麺を継ぐのが難しい。もっちり気を太麺。つけないと飛んじゃう。寿司系のメニューもあるからさ、年配の方にもここは人気だろう。人気だと思うよ。宴会とかにもいいだろうしね。ちょうど俺らギリギリ間に合わなかったけど、平日限定ランチメニューっていうのもあるから、ちょっとお得に食べられるのもあるみたいです。白味噌のコクがすごく美味しいですからね。お楽しみくださいませ。ありがとうございます。うまっ。こっちの方がすごくもっちり感感じた。結構辛いんだね、これ。ごま担ごま々っぽい風味が感じ。強い。担々か。めっちゃうまいじゃん、こっちも。泡味噌いいですね。結果どっちも美味しかったです。濃すぎなくて美味しい。もうね、喉乾かないぐらいの濃さ。ちょうどいいね。味噌なのに。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ボリュームもすごい満点でお腹いっぱいだし、白味噌の方はコクがすごくあって美味しくて、味噌の方もさっぱりでりょうくんがペロリと食べちゃったので1回の交換のみで終わりました。大満足です。本当に喉が渇かなくて味噌スープが美味しかったです。ね、味がすごい美味しかった。うどんももちもちで美味しかった。美味しかったです。接客も素晴らしくて心も体も満たされましたという感じで、ゆっくり食べれたのがいいですね。ちゃんとお腹満たされました。美味しかったです。これで本当は終わりなんですけど、最後に帰りにテイクアウトで、茨城県といえばサザコーヒー
のですよね。そちらに寄ってから高速でまた帰りたいと思います。まあやっぱり旅を終えてからはカフェとかやりたいと思ってる身としては1カフェはしたいなっていうのもがあるんですけど、サザコーヒーはまあかなり有名なところなので。まあ以前ね、撮影なしで本店の方には1回行ったことはあるんですけど、そうだね。まあ、ここから近い大洗のところにあるサザコーヒーの方に寄ってから割とすぐ高速に乗れるようなルートになってます。りょうくんもコーヒーの勉強し始めた時はね、サザコーヒーさんの本も買って読んでましたからね。勉強始めたのサザコーヒーさんでね。最初はそうだ。本当は濃い話にはなってませんけど、コーヒー店で働くならサザコーヒーとか言って移住先茨城とかいう話もちょこっとだけ出た感じです、ね。ああ、そう、ちょこっと出たんだよね。その最初は移住先をやっぱ就職先から探すみたいになって、で大きな店舗じゃないとやっぱ正社員だったりとか、っていうのがないねって話をして出たのがやっぱサザコーヒーじゃないってなって、そっか茨城かっていうの話も出たね。っていうので話題は出ていたのは事私はね、実星も好です。きだし。そうだね、欲しいもので生きていけるみたいなことを言ってましたけど、ほぼそうだと思ほぼそうではないと思います。極有なものですからね、欲しいものってう。いやね。リアルな話、家でもやっぱ冬になるとしょっちゅう今買ってますから。でも確かにほどほどにしてる、りょうくんに言われるから。でも持ってね、ストーブで焼く焼き芋美味しいでしょ。美味しかったね。いや、ストーブに焼き焦げがついてたね。それね、大変だあれは。焼き芋のせいだ。焼き芋禁止令が出そうです。絶対にそんな禁止令鵜呑みにしないんだから。俺そういうことをしないもんな。網に甘いからな、俺は。私はりょうくんに厳しいけど、りょうくん厳しくしても結構反発してやってるよね。反発して。例えば例えばお酒は月に一度までって言ってるけど、言ったっけ、そんなこと今初めて聞いた。まあでも週1か2って感じだよこね。の間も寝る時になんか酒臭いなって思って、なんかお酒臭いって言ったら一杯だけなんだ。レモンチューハイいただいてました。でも別に禁止令出してない。昔は出してた。日本一周控えてる時はマジで週末毎回のように飲んでて、たまに真ん中の中日で飲みたいとか言い出すから、お酒にお金めっちゃかかるんだよっていっぱい説教してましたけそうだど、ね、日まあわ本一周かだよねる、わかります。飲みたいのはわかりますけれども、結構お酒ってお金かかっちゃいますからね。最近はね、ちゃんと炭酸水を家にストックしてるから。なんであれやんなかったんだろうってめっちゃ思う。当然ビールとかもさ、正直箱買いした方がいいんじゃないって思ったり、ネットとかね、こま買ってたじゃんか。確かにね。という話で。この中にありますね、大洗シーサイドステーションの1階。なるほど、シーサイド、その名の通りシーサイドですね。サザコーヒーってコーヒー豆の方ですか？でもコーヒー豆もあれもちろん焙煎してるし、自社農園も持ってるぐらいもうやってたね。だからなんか世界のコーヒー協会いうのが毎年あるけど、めっちゃいい豆置いてたね、それ。そうそうそう、めっちゃ高いやつね。 2万とかするし 100g でやったっけ。まあとにかくその芸者のやつ。そうだったね。無事にサザコーヒーのコーヒーと、今回は将軍カフェラテっていうのにしました。はい、ネモフィラブレンドっていうブレンドが出てて面白いブレンドでしたが、すごい軽くてね、爽やかな、ちょっとオレンジ風味のブレンドになっていて美味しかったです。酸味も抑えめだからすごく飲みやすくて美味しいです。もう日帰りなのであっという間ではありましたが、とても充実して全部達成できた旅になりました。やりたいことは達成しましたね。安全点に帰りたいと思います。まあ、首都高を通るんでね。首都高がね、今もう赤いマークがいっぱいついていたので、渋滞がすごそうだね。朝だったから全然だったんですけど、ね首都高を通ってきたルートは今回正直初めてだったので、何もわけわからず来たんですけど、じゃあこちらの水戸洗いインターチェンジから乗りたいと思います。伊勢高速道路と通常の一般道を走ってみて、
落差とか。やっぱ落差は圧倒的に高速だけど、今日朝東京の方首都高走ってきたけど、車線変更が多いし、なんかくねくねしてるから、それはそれで疲れるなとは思った。見るところ多くて。私も高速はさ、その一定の速度で走れる良さもあるし、やっぱ早く着くからいいんだけどさ、怖いよね。結構なんかドキドキすることはある、夜走ると。そりゃそうだよね。怖いよね。トラックもいっぱい走ってるしさ。なんか変にドキドキするから、一般道よりも神経は使うけど、信号とかがやっぱ多い分一般道はストレスも多かったりもするし、なんかどっちもどっちだから使い分けが必要ですねと思いました。高速事故ったら終わりっていう気持ちだからさ、常に。そうだね。そういう怖さはあるよね。そう、怖い。まだ明るい時間はちょっと気持ち的に余裕あるけど、やっぱ深夜で走るとちょっと怖さはある。じゃあ安全運転で帰りたいと思います。はい。あれから1時間半ほど走りまして、はい、無事守谷パーキングエリアに着きました。すごく綺麗な見た目のおしゃれな感じで、スタバもあって、この後店内を少しだけ見て、どんな感じかを見たら仮眠取って帰ろうかなと思ってます。そうだね、これから多分かなり交通量も多くなってると思うので、僕にはちょっと仮眠していただいて神経を使ってもらおうと思います。今回茨城を初めて日帰りでやってきましたけど、どうでしたか？なんて言うんでしょう、やりたかったことは達成できましたし、できました。念願のネモフィラも見られたのでよかったんじゃないでしょうか。よかったです。久しぶりの茨城県も堪能できたし、やっぱりこう日帰りでも来れる距離っていうのも改めて実感できたので、もちろん朝方からの出発にはなりましたけど、これはこれでギュッと濃縮できてよかったかなと思います。次はどこに行こうかなっていう感じですが、お金に余裕があればどんどん高速使っちゃいそうな気がするぐらい。私電車旅、船旅したいな。船旅もね、やってみたいですけどね、でもまた新しい楽しみ方ができたんじゃないかなと思ってます。こういう楽しみのために仕事とか頑張っているので、とても楽しい旅になったと思います。また次の旅に向けてお仕事などなど頑張りたいと思います。ちょっと今回はマイペースな旅となりましたが、楽しんでいただけたでしょうか？僕たち自身は楽しめたのでよかったです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。さようなら。おしゃれなスタバ。守谷パーキングでした。これ無事に帰る。サービスエリアにこんな可愛らしいのがある。綺麗なサービスエリア。飲食店が結構いっぱいあるな感じでした。焼肉が食べたい。交換粉しないの？もうちょっと食べてください。こんな焦んなくてもいっぱい入ってるからいいでしょ、君は。そういえばこうやってよだれかけを準備してくれます。りょうくんはすぐよだれ垂らすからね。アミは鼻水垂らしてるじゃん。でもありがたいよね、スタンダードにこれがついて、しかも紙じゃないっていうのがいいよね。おしゃれ。いつも洗濯お疲れ様ですって感じだよね。